はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。はい、本日は、各クラス、上位1000人の使用スキル、こちらの統計の方を共有していきたいと思います。今回も、Reddit の方に出てた情報となりまして、現時点での、プレイヤーベースの、スキル分布となってます。なので、ある程度参考的な資料として見ていただけたらと思います。で、今回ね、このようになってまして、かなりちょっと数が多いので、パーセンテージが占める割合が多いもの1つ、2つをメインとしながらご紹介できたらなと思っております。はい、じゃあ早速行ってみましょう。バーバリアン。はい、基本スキル、ダッシュストライクになります。92.24%。前方に突進して敵を攻撃し、ダメージを与えます。かなり、これはもうこれ1本っていう感じかな。全体的にバーバリアンの場合は、結構もう皆さん絞ってる感じでしょうかね。はい、続いて、コアスキルいってみます。ワールウィンドウ。84.15%。こちら言わずと知れたぐるぐるですね。付近の敵を高速で攻撃し、ダメージを与えます。そして、2つ目。イニシエの大槌。こちら 14.50%。古代の民の怒りとともに武器を叩きつけ、集中したエリアにダメージを与えます。続いて、防御スキル。進軍の雄たけび。99.83%。もうほぼほぼ 100% 近い人が使ってます。進軍の雄たけびを上げ、6秒間にわたって自分の移動速度を 30% アップ。リソース生成量 40% アップとなります。挑発の雄たけび。96.46%。付近の敵を挑発して受けるダメージを6秒間 40% 減少します。決闘スキル。ウォークライ。98.99%。戦いの雄たけびを上げ、6秒間にわたって自分が与えるダメージを 15% 増加させます。武器の達人。鎖のバッサ。こちら 1.18%。ここの達人使ってる人ほぼほぼいない感じでしょうかね。はい。3本の鎖を投げつけて敵に〇〇のダメージを与え、さらに引き寄せると。最後、奥義スキル。こちら、強戦士の奮闘となります。88.36%。激高し、周囲の敵をノックバックさせ、5秒間、バーサーク及び抑圧負荷状態になるという、とんでも8分な奥義スキル。全体を見たときに、バーバリアンの場合は、もうスキルがある程度固まっているような感じになっていると思います。はい、続きまして、ドルイド。基本コア。第一の牙。67.72%。大地を砕き、最初に命中した敵を貫いてダメージを与えます。嵐の一撃。19.64%。武器が電気を帯びて標的のダメージを与えます。コアスキル。大地の怒り。76.52%。人熊に変身して地面を殴りつけ、周囲の敵にダメージを与えます。防御スキル。大地の守り。89.39%。岩石で自身を取り囲み、3秒間、基本ライフの 45% のダメージを吸収する障壁を獲得します。衰弱の方向。70.65%。人熊に変身して強力な雄たけびを上げ、付近の敵から受けるダメージを4秒間 70% 減少します。使い魔。有毒なるツタ 20.32%。
蓋が7秒ごとに地面から出現し、エリア内にいる敵一体に6秒かけて毒ダメージを与えます。これもうちょっとあると思ったのが意外にやっぱ少ないですね。うん。はい。憤怒。突進 84.65%。人熊に変身して抑圧負荷状態になって前方に突撃し、敵にダメージを与えてノックバックさせます。ノックバックで地表に叩きつけられた敵は、〇〇の追加ダメージを上げ3秒間スタンします。暴風 18.74%。自身の周囲にハリケーンを形成し、8秒かけて近くの敵にダメージを与えます。最後、奥義スキル。灰色熊の憤怒。78.10%。10秒間荒れ狂う人熊になり、20% のダメージボーナスと 20% のダメージ減少を獲得します。この形態でいる間は、ダメージボーナスは毎秒 3% ずつ増加します。はい。ドルイドはもう完全に自然系の流れというよりは、もうクマちゃんパターンが多い感じでしょうかね。はい。続きまして、ネクロマンサー。基本スキル、ボーンスプリンター 47.91%。ボーンスプリンターを3発放ち、それぞれ 8% のダメージを与えます。一度のボーンスプリンターの発動中に、2発目以降が敵に命中するたびに精髄を1回復します。カマキリ 28.27%。霊的な鎌で目の前を投げ払い、12% のダメージを与えます。コア、ボーンスピア 67.80%。ボーンスピアを地面から呼び出し、〇〇のダメージを与えて複数の敵を貫通します。病害 11.26%。濃縮した病害を解き放って 30% のダメージを与え、さらに一体を汚して6秒間かけて〇〇のダメージを与えます。死体容器、ブラッドミスト 74.87%。血の霧に変身して3秒間無効状態になります。移動速度は 20% 低下し、敵に〇〇のダメージを与え、自身のライフ最大値の 0.5% を回復します。コープスエクスプロージョン 74.35%。死体を爆発させ、周囲の敵に〇〇のダメージを与えます。こちらね、コープスのが強いかなと思ったら若干ブラッドミストが1位という結果になっております。はい、続いて呪いスキル。衰弱 25.65%。衰弱の影響を受けた敵は10秒間移動速度が 40%、余ダメージが 20% 減少します。死体容器。死体草 74.87%。死体を突き破って飛び出した血管が敵を引き寄せて3秒間スタンさせ、さらに〇〇のダメージを与える。なお、死体は消費しない。奥義スキル。ボーンストーム 68.32%。自分と自分のゴーレムの周りに渦を巻く骨の嵐が出現し、10秒かけてダメージを与えます。死者の軍勢 14.40%。土中深く埋められた死者を呼び出す。次の7秒間にわたって不安定なスケルトンが現れ、敵が近くにいると爆発してダメージを与えます。ネクロマンサーに関してはそこまで突出した数字っていうのが少なく感じたので結構ばらけてる感じですかね。はい。続きまして、ローグ。基本、串刺し 89.31%。近距離に刃を投げつけ、ダメージを与えます。コアスキル、ツイストブレード 83.11%。敵に刃を突き立ててダメージを与えます。刃が突き刺さっている間、自身がその敵に与えるダメージが
8% 増加します。こちら少し弱体化が入りましたが、依然として人気なようです。はい。貫通射撃 10.51%。直線上にいるすべての敵を貫通する矢を放ちダメージを与えます。神速スキル、シャドウステップ 84.80%。抑圧負荷状態になって影を素早くすり抜けて移動し、背後から標的を突き刺してダメージを与えます。その後、移動速度が2秒間にわたり 50% 上昇します。ダッシュ 67.54%。前方に突進して敵を切りつけダメージを与えます。こちら移動系2つとても高い内容になってますね。人によって、そのまま2つ入れてる方も多いんじゃないでしょうか。はい、続きまして、遁走スキル。ポイズントラップ。72.80%。1.25 秒後に起動準備が完了する罠を仕掛ける。罠は範囲内で敵が動くときで押し、エリア内にいる敵に9秒間かけて毒ダメージを与えます。罠は同時に4個まで起動可能状態にできます。ダークシュラウド 46.34%。最大5個の防御用影で身を取り巻く。発動している影1個につき受けるダメージが 8% 減少する。直接ダメージを受けるたびに影を1個消費してそのダメージを軽減する。注入スキル。シャドウ注入 28.52%。武器に腐敗をもたらす闇を注入する。次の2回の注入可能スキルはシャドウダメージを与え、さらに6秒間にわたり敵を闇に感染させる。感染した敵は死亡時に爆発し、周囲にいる全ての敵にダメージを与える。敵が死亡する前に感染が終了すると、その敵のみにダメージを与える。毒の注入 21.58%。武器に猛毒を注入する。次の2回の注入可能スキルは毒ダメージを与え、さらに5秒かけて基礎ダメージの 100% の毒ダメージを追加で与える。奥義スキル。デストラップ。58.91%。1.25 秒後に起動準備を完了する罠を仕掛ける。罠は一定距離内で敵が動くときで押し、エリア内にいる敵それぞれにダメージを与える。シャドウクローン 10.51%。15秒間影が自分の行動を模倣する。このシャドウクローンは自分の与えるダメージの 60% のダメージを与える。ローグに関しては今のところ、どうしても近接色の方が、強みがあるように感じます。続きまして、ソーサラー。基本、アークラッシュ 27.63%。弧を描く稲妻を放ち、前方の敵にダメージを与える。フロストボルト 13.82%。敵1体に氷の矢を放ち、ダメージと 15% の冷気効果を与えます。コアスキル、アイスシャード 64.25%。5個のかけらを放ち、それぞれダメージを与えます。凍結状態の敵に対してはダメージが 25% 増加します。防御スキル。テレポート 99.31%。稲妻に姿を変え、抑圧負荷状態になって目標地点に高速移動し、到達時に周囲にダメージを与えます。フロストノバ 98.27%。寒気の激流を放ち、周囲の敵を3秒間にわたり凍結させます。アイスアーマー 96.89%。氷の障壁を6秒間にわたり周囲に生み出し、基本ライフの 30% のダメージを吸収します。こちら防御スキルがもう優秀なので、このあたりは3つとも全て取ってる方結構多いんじゃないでしょうか。召喚スキル、ヒュドラ 1.90%。3頭あるヒュドラを10秒間にわたり召喚する。それぞれの頭が周囲の敵に炎を吐き、ダメージを与えます。召喚スキルに関してはかなり低い数字になっていると思われます。
マスタースキル。メテオ 10.71%。メテオを読んで標的地点に落下させダメージを与えます。また、地面を炎上させて3秒間かけてダメージを与えます。マスタースキルも同様に、先ほどのヒュドラほどではないですが、かなり低めの数値となっているのではないでしょうか。奥義スキル、ディープフリーズ 29.71%。氷に身を包み、4秒間にわたり無効状態になり、ダメージを与えます。敵に 14% の冷気効果を付与します。アンスティブルカレント 28.15%。10秒間にわたり体内で稲妻が急発生します。感電スキルを使用するとランダムでコア、召喚またマスターの感電スキルが発動します。魔法に関してはやはり、雷、そして氷が人気あるように思います。悲しみ。はい、というわけで今回は各クラス上位プレイヤーのコアスキル見ていただきました。皆さん自分と比べてどうだったでしょうか。各クラス、現状ですけどもね、かなり特徴あったように思います。もう完全にね、固まってるクラス、結構ばらけてるクラス、ほぼほぼ使われてないね、スキルなど、見られたんではないでしょうか。少しね、構成したりする時の参考程度にしていただけたらなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。よろしければ Twitter フォロー、ぜひチャンネルの登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。